してる。Hey guys! トパドです。はい、こんにちは。トパドライトです。ハードコア楽しいの DTM 講座第2弾。今回は私、トパドライトが担当いたします。よろしくお願いします。今回はまず第1弾として、いわゆるトパドらしい声ネタ、そちらをやっていこうと思います。ではお願いします。はい、じゃあ早速ね、声ネタの方、解説していきます。とりあえずどんなパートか、まずは聞いてもらいましょうか。今回解説するのはこの部分です。という感じのメロにするような感じの声ネタですね。声ネタ単体で聞きますと、こんな感じのものになります。はい、一個一個順を追って説明したいと思います。はい、じゃあ今回使用する声ネタ。とりあえずまず原型を聞いてもらいましょう。最初に言っておくんですけども、この声ネタどこで手に入りますかみたいなの来ると思うんですよ。大変申し訳ないんですけども、こちらも廃盤となっておりました。もし再現したいって人なんかは、別の声ネタとかでチャレンジしてもらえばなと思います。まずですね、ボーカルのピッチを変えます。処理のピッチと。で、だいたい4ぐらいですかね。なんで変えるかと言いますと、ボーカルのフォルマント、声質ですかね。自分のイメージに合った声質にするのと、あらかじめピッチを上げておくことによって、曲のキーと合わせておく感じですかね。で、ピッチを変えたのが、こんな感じになっております。で、こいつをポチポチとハサミで切ってやります。っていう感じでバラバラにするんですね。こんな感じで切りまして、で、これだけでちょっと4つしかないんで、バリエーションが欲しいので、こんな感じで別の同じところから声ネタを持ってきました。とか。んで、こいつらをポチポチと切ってやって、どの部分で切るかっていうのは、音がちっちゃくなってる部分って言えばいいのかな？この部分にちょこんとピークっぽいのがあるので、この前で切ってやる。この段階ではだいぶラフな感じで大丈夫です。切り終わりました。で、ここから何をしていくかというとですね、フレーズっぽく並べていきます。ここではピッチを気にする必要はなくてですね、リズムだけ合わせてやれば大丈夫です。順番通りに並べる必要もないので、自分の感性の赴くままにやってもらえればなと思います。こんな感じで、途中で切っても全然いいです。で、これだと変だなってなったら、こんな感じで並べ替えたりします。どんどん並べ替えていって、リズムだけあったものがこちらですね。これだいぶ完成形に近いんじゃないかなって感じでもありますけど。で、これのオーディオ編集で、バリオーディオでピッチの調整をします。バリオーディオは Cubase 独自の機能なんですけども、他の DAW を使ってる方はメロダインとか、あとオートチューンとか、いろいろあると思うんで、それを使ってください。で、これでメロディーをキーに合った感じに調整していきます。どういうフレーズにするかっていうのは結構トライアンドエラーというか、もちろん決め打ちでメロディーを決めることもあれば、こんな感じでトライアンドエラーでやっていくことも多いですね。エフェクト切って、っていう感じになります。で、あとはこれにエフェクトをかけていきます。エフェクトは、まずアイゾトープのトラッシュ。こちらは歪ませる系エフェクターですね。で、最初にフィルターをかましてやった後に、これはサチュレーションですね。こうやってます。で、OTT、いい感じの音になるコンプレッサー。こいつで音を整えてやって、次にメルダのダイナミック EQ。こちらはハイパスと中域あたりですかね。ちょっと減らしてます。で、最後にサイドチェインですね。これで裏拍の部分をちょっとだけ弱めて表を強調してます。で、なんでこんなことしたかっていうと、センドトラックにエフェクトをかけるんですけども、そっちの方でリバーブをかけてるんですね。さっきは表拍を強調したサイドチェインでしたけども、今度は裏を強調したサイドチェインをかけてやります。こうすることで表の部分がメインの音で裏の音がリバーブが強めになるっていうちょっと面白い感じの音になります。これを合わせてやるとっていう感じになります。改めて完成版を聞いてもらいましょう。
という感じです。というわけで第1回声ネタでした。バイバイ。